皆さんこんにちは、しずきひかりです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今回のテーマは呪いを解きなさい、自分で自分にかけた呪いです。あなたが生きづらいのは自分でかけた呪いが原因かもしれません。呪いとはあなたを生きづらくしている足かせのようなものだと捉えてください。その呪いさえなければもっと生きやすいんだろうというイメージはあっても、そんなことが簡単にできればこんなに人生苦労することもなかったでしょう。人それぞれ呪いが生まれた原因は違いますが、その呪いを解くことはできます。この動画ではホーキンズの意識レベルも引用しながら、その呪いの中身や原因、解き方をお伝えしていきます。ツイン関係の相手がいる方も直面しやすい内容なので、ぜひ参考にしてみてください。呪いとは何か。先ほど呪いは足かせのようなものだとお伝えしました。具体的に言うと、呪いとはあなたの思い込みや前提のことを指しています。こんな経験はありませんか？キラキラ輝いているパートナーを見て置いていかれると不安を抱く。実績を上げ続けている同期を見てなんであいつばっかりと憎悪を抱く。大丈夫だよと励ましてくれた友人に、どうせ自分の気持ちはわからないよと諦める。ちゃんと説明しているのに理解できない相手に、なんでわからないのと苛立つ。優しく声をかけてくれる上司に対して、裏で何か考えているのではと疑念を抱く。これは誰からの意見ですかとコミュニティで聞かれて、責められると警戒する。あなたはなぜこれらの感情を抱いてしまうのでしょうか。そこに呪いのヒントが隠れています。例えば、置いていかれると感じているときは、自分がパートナーと同じように輝いている存在だと思えていないからかもしれません。例えば、なんであいつばっかりと感じているときは、自分で自分を承認できていないからかもしれません。同じように、どうせ自分の気持ちはわからないよと前提条件を決めてしまえば、話せば分かってもらえたかもしれない機会を自ら絶ってしまいます。また、なんでわからないのと言っても、相手は同じ世界の見方をしているわけではないので、相手の世界を自分と同じ眼鏡で見てしまえば相互理解はできません。さらに、裏で何か考えているのではと考えるのは、どうせ自分のために心を尽くしてくれる人はいないと思っているかもしれません。そして責められると思ってしまうのは、そういう時はいつも責められるものだという記憶を植え付けているかもしれません。なぜ自分に呪いをかけるのか。では、なぜ人は自分に呪いをかけるのでしょうか。それは自分を守るためです。呪いは幼少期や育ってきた環境で自分を守るために生まれます。これはあなたの防衛本能が頑張って働いてくれたことによる愛すべき盾です。この盾は
幼少期や育ってきた環境で浴びる言葉や人との接し方によって愛着スタイルやトラウマや家計カルマなどを材料に防御力を高めていきます。その当時形成された本人の状態は精神科医のホーキンズが提唱している意識レベルでいうと100未満であることがほとんどです。意識レベル75は深い悲しみ、50は無感動、30は罪悪感、20は恥です。ちなみにホーキンズの意識レベルの100が魂アカデミーの2年1組に相当します。そうお伝えすると、100未満になったら戻れないのか、落第なのかと心配かもしれませんが、安心してください。魂の学びに戻れないことも落第もありません。学ぶことが難しい状態になっているだけです。詳しくはこの後の章でお伝えします。幼少期のあなたは保護者に支配されていたでしょうか？保護者は過干渉だったでしょうか？あるいは共依存により閉鎖的な世界で生きてきたでしょうか？この動画は全公開用の動画なので深掘りはしませんが、しつけと称してもっと人格を大きく左右したり歪ませるような言動を受けてきた場合もあるかもしれません。誤解のないようにお伝えしておきますが、ここでは保護者の教育が間違っていたとは言っていません。社会的に見て毒親だったとしても、本人からすると幸せだったかもしれないし、社会的に見て仲良し親子だったとしても、本人からすると苦しかったかもしれないのです。外から眺めているだけでは、本人たちの本当のところの気持ちはわからないものです。さらに言えば、親よりも前の世代から脈々と受け継がれてきた家計カルマかもしれません。そのようなことを経て、あなたの呪いはより強化され、いつしかあなたという人間を形成するためのアイデンティティや基盤となっていくわけです。つまりこの呪いは一定の時間と濃度を経て盾から鎧へと強化され、本人が意図せず装着することになります。呪いは人生をどう縛るのか。ここで呪いは人生をどう縛るのか考えてみましょう。先ほどお伝えしたように、幼少期や育ってきた環境によって生まれた呪いはいつの間にか冒頭でお話ししていたような思い込みや前提として定着します。この時点の本人の感覚を表すのに、先ほどの盾と鎧の理論で考えてみましょう。盾は必要な時に構えれば自分を守れますし、必要がなければ置けばいいですよね。鎧は何もしなくても自分を守れますし、必要がなければ脱げばいいでしょう。それだけ考えると、何もしなくても守ってくれる鎧の方が優秀であるように思えます。ですが、思い出してください。その当時のあなたの意識レベルは、鎧を装着している時点で100未満です。つまり、深い悲しみか
無感動か罪悪感か恥か、もしくはそれら全部の世界で生きています。そんな意識状態の人が自由に鎧を脱ぎ着できるでしょうか。さらに言うと、鎧や盾はそもそも必要なのでしょうか。これらはあなたが自分の魂を守るために幼少期からガッチガチに装備してきたものです。ですが、本来であれば手放せる方が幸せなのではないでしょうか。20では鎧を着ています。30では兜を脱ぎます。50では上半身だけ着て、75では盾に変え、100で呪いを解き、魂に火を灯します。これが意識レベル100未満の世界で起こっていることです。100に到達してようやく自分の魂と向き合うことができるようになるのです。20や30の段階では自我を保つのもやっとです。破壊的、破滅的な行動をとったりします。50では絶望し、何をしても無駄に感じ、生きる気力を失っているかもしれません。75では深く落ち込み、大切なものを失った悲しみに暮れているかもしれません。100になると恐れが中心の意識になり、怖いけど進もうとする勇気が生まれます。このように物だけ見ると、鎧を脱げばいい、盾を置けばいいという簡単なことのように思えますが、それほどに意識レベルの状態は私たちの魂を蝕むということなのです。呪いを解く方法では、続いて呪いを解く方法について考えてみましょう。ここでお伝えしている内容は、自分で自分の呪いを解くだけでなく、そのまま大切な人の呪いを解くことにも応用できます。特にツイン関係にある相手の呪いは、ブループリントの設計上、あなたが解く役目になっている場合もあるので、ご自身とお相手の言動を思い出しながらご覧ください。どんな問題でもそうですが、本人は渦中にいる時が一番辛くてしんどいので、俯瞰して事実を見るために、自分が一番大切にしている人が自分と同じ状況だったとして、相手の言葉に対して「どうしてそう思ったの?」と自分や相手に質問してあげるのが一番シンプルな方法です。きっとあなたは相手が発した言葉に対して励ましたり、フォローしたり、共感したり、時には愛を持って喝を入れるというようなことをするんではないでしょうか。自分の一番大切な人がそう言っているんだから、何か力になってあげたいと思うでしょう。それが悪いこととは言いませんし、そうすることが本人を一時的に救うこともあるでしょう。ですが、それでは一時的な解決にしかならないことも事実です。足を骨折して歩けないときに、いくら痛いよね、絶対大丈夫だよと言ってあげたところで、その人は歩けるようにはならないですよね。つまり、
応急処置は根本解決にはならないということです。本人がそう思うまでに至った経緯や背景を知らなければ根本解決はできません。だからこそ、まずどうしてそう思ったのと理解を示すことが何より大切なのです。そして鎧をまとった魂のそばにいて優しく問いかけて見守る、これを続けていきます。その積み重ねで自ら鎧を脱ぎ盾を置いたとき、呪いは解けたと言えるでしょう。あらかじめ言っておきますが、これを成し遂げるのは並大抵の努力ではありません。ものすごく辛抱強く、ものすごく温かく、そしてただ愛を持って見守る強さが必要です。今回の撮影中、自分の経験を思い出して泣いてしまって、一旦撮影を中断しました。それぐらいにはものすごく辛く苦しくしんどいプロセスだと思います。突然ですが、野犬を保護してから飼い犬になるまでのプロセス、どこかで見たことありませんか？わかりやすく言うと、ああいう感じです。野犬はめちゃくちゃ警戒心も強いし、臆病だし、お互いに心を許せるようになるまでに相当な根気と気力を要します。怖がって噛みついたり逃げ出そうとしたり、そういう行動をとるところから、飼い主と散歩したりご飯を食べたり穏やかに眠ったり、そうなるまでにはどれほどの苦労があるか。野犬だった、怖がり、警戒心が強い、こういう情報があればまだ心構えができますが、人間の場合はそうではありません。人間の場合は学校というコミュニティや職場というコミュニティに身を置いていることが多いので、鎧を着た上で社会性を身につけています。だからこそ表面に出てきづらく、盾を持っていることや鎧を着ていることに気づきづらいのです。呪いが解けると何が起こる？さあ、晴れて呪いが解けて、ここからはポジティブなことしか起こらないと思ったら、それは違います。むしろここからの方がしんどいと言えるかもしれません。意識レベルの100以下は人として生きていく気力を失っているので、生きるための行為ではなく、もはや自分を能動的に生かすことに意欲的になれないので、破壊的で破滅的なのです。ですが、100から200までは違います。自分の魂と向き合うことを始めたので、一つ一つの行動が生きるためになくすと死んでしまうと思っているので、行動を取り始めます。ホーキンズの100から200は魂アカデミーで言えば2年生の期間にあたります。2年生について確認したい方は、魂アカデミー入門編の動画をご覧ください。ここでも分かりやすいように野犬の行動でお話ししていきましょう。100までの野犬であれば、ご飯を差し出しても近づきもしないかもしれません。ですが、保護され飼い主に招き入れられた後、
100から200の状態だったらご飯は食べてくれるようになるでしょう。ですが、食事中にご飯に手を近づけようもんならめちゃくちゃ吠えられるかもしれません。それはご飯を奪われると思っているからです。このように生きることに向き合い始めたからこそ攻撃的になっていくのです。100までの破壊的で破滅的な行動と100から200の生きるための行動は動機が全く異なるので、全然成長してないと思うと大切な成長シーンを見逃すことになります。呪いを解く際の注意。呪いについて一通り説明したところで、最後に呪いを解く際の注意をお伝えしたいと思います。特に呪いがものすごく強くかけられていた場合、そういう時ほど人に頼ることに気が回らなかったり、半ば諦めて人生を過ごしていたり、麻痺してそれが普通だと思い込んでいたりすると、呪いにかかっていると自覚していないこともままあります。あなたやあなたの大切な人が心ここにあらずだったり、気を使いすぎたり、自暴自棄だったり、心配しすぎだったり、あまりに執念深かったり、破滅的だったり、優等生すぎる場合、もしかすると呪いをかけている可能性があります。また、自分が相手でも大切な人が相手でも起こり得ることですが、濃度の違いにより自分ではどうしようもないこともあると思います。もしあなたがそうなった時は、公共機関に助けを求めてください。手を伸ばしてください。そして大切な人がそうなった時は、公共機関への相談を進めてください。本来であれば、話だけでも聞くよと言ってあげるのが優しさという見方もあります。ですが、そこで例えばあなたが専門資格を持たずに相手と対峙した場合に、あなたが背負いすぎたり、相手も依存先として認知してしまうなど、二次的な呪いを生じさせる可能性もあります。そのため、ここではあなたを介さないという方法をお勧めしています。ただし、相手がツイン関係の場合は、自分が呪いを解く役目になっている場合があります。その場合は、自然な流れで学ぶことになったり、ガイドが現れたり、考え方のヒントがもたらされたりします。というと、なんかツインだと優遇されて不公平じゃないと思った方がいるかもしれませんが、ツイン関係の場合は呪いの濃度が濃いことが多いので助けが入るだけです。ここで分かりやすいように先ほどの野犬の話に戻しましょう。ペットショップで生まれ育った子犬を家に招き入れるのと、野犬を保護して家に招き入れる場合、どちらの犬の方が早く家で安心できている状態になるでしょうか。野犬の場合は獣医さんにかかる費用もかさむかもしれませんし、心が通うまでの時間やご飯を食べたり水を飲むまでの手間も違うでしょう。それはずるいわけではないですよね。まとめ。いろいろお話ししてきましたが、
今回私が伝えたかったことをシンプルにまとめます。あなたは弱いから苦しいのではありません。今まで魂を守るために鎧を着続けてきた結果、生きづらくなっていたのです。これまでモヤモヤを抱え、歯を食いしばって生きてきた自分を責める必要はありません。むしろ魂を立派に守りきった自分を誇ってください。ここまで頑張ってくれたあなたの鎧に、ありがとう、もう大丈夫だよ、と伝え、少しずつ鎧を脱いでいきませんか？それでは今回はここまでです。少しでも響いてくださった方は、高評価やハイプ、チャンネル登録、コメントなどいただけると励みになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。しずきひかりでした。